こんにちは、作曲家の夏見るいです。みんなフェンダーって知ってる？軽音楽やってる人はもう知ってますともっていう感じだと思うんだけど、軽音楽知らない人でもフェンダーのギターは1本欲しいと思ってるんだよねって言っとけばバンドマンの輪に入れます。そんな老舗超大手メーカーがなんと世界初の旗艦店を表参道のラフォーレ原宿の数軒隣のめっちゃいい場所にドンと出したんですよね。今日は今年できたばっかりのフェンダーフラッグシップを見ていこうと思います。すでにただならぬ雰囲気じゃないですか。楽器が置いてあるんだけど、楽器屋さんっていう雰囲気とはちょっと違うんですよね。旗艦店っていうのはブランドの象徴となり、コンセプトも PR している重要な店舗なので、楽器屋というよりはヴィトンとかプラダとかハイブランドの路面店に近い雰囲気で楽器が展示されてましたね。入り口にドアマンもいてすごい。フェンダーはアメリカの会社なんだけど、なんで世界初の旗艦店が日本になったかっていうと、日本はかなり重要な市場だかららしいです。ステイホームってなってから楽器の売り上げも上がってるらしいです。あと日本の消費者は洗練されていて良いものが分かると思ってもらえてるらしいですよ。これ聞いて本当今日はいいものが分かる人っぽくしていこうと思いました。頑張りましょう。ここは思想のシステムが面白いんだよね。ヘッドホンアンプで思想できるの。思想ってさ、思想とはいえ実力が分かっちゃう気がして案外ハードル高いと思うんだけど、特にこんな洗練されてるお店だと尻込みする人が多いじゃん多分。でもこのヘッドホンアンプで思想できるので、人目を気にせず思想できて、私のようにひっそり弾きたい人にはありがたいですね。ニューアライバルっていうこのコーナーは最新のもの、一押しのもの、限定が中心に置いてあるみたいです。限定って書いてあるやつはここかフェンダーの公式通販でしか買えなくて、試奏したかったらここに来る一択だそうです。このジャズベンも限定品ですね。マイキーウェイって書いてあるから、マイケミカルロマスのベーシストのモデルなんでしょうね。ちなみにプライスカードは全部この QR コードになってます。モデル名と値段は書いてあって、より詳細が知りたければ QR をスキャンしてねっていう感じでした。楽器屋だとね、大概プライスカードが3フレットあたりにバインって刺さってるんだけど、確かにこれがあるとお店が雑然としますもんね。このストラト12フレットにサイコロのインレイが入ってて可愛い。しかも 6+6 で12ってところもなんか面白い。スティーブ・レイシーのシグネチャーモデルですね。上のやつは北斎の絵が描いてあって、これも限定品ですね。これピックアップが特徴的すぎて目につきますよね。ブリンク182のトム・デロングのシグネチャーモデルですね。ブリンク知らない人いるかな。私のイメージエルレガーデン好きな人なら多分ハマるっていう感じの音楽ですね。このコーナーはメイドインジャパンのコーナーだね。めちゃくちゃ綺麗なホワイトカラーのストラト、これも限定品みたいですね。このプレベもめちゃかっこいい。これボディ絶対アッシュですよね。私アッシュの独特な木目好きなんだよね。お店の内装なんだけどさ、天井のライトとソファーはストラトのカーブを描いているらしいです。棚もさりげなくピックの形してて、細部へのこだわりがすごいです。地下1階から3階まであって、今日はちゃんと全フロア紹介するので最後まで見てもらえたら嬉しいです。ここのヴィンテラ2は9月に発売になったばっかりの新しいシリーズです。1はね、ネックがパーフェローだったみたいなんだけど、2はローズウッド指板で復活したみたいです。ローズウッドが取れなくなったって聞いたのが5年ぐらい前だった気がするんだけど、まだ取りづらい状況なんですね。70年代のジャガー、60年代のテレキャス、60年代のプレベなどなど置いてありました。そういえば私このムスタングっていう形のベース欲しいんだよね。このベースショートスケールって言って簡単に言うとちょっと小さいんだけど、私体が小さめだからさ、今の4キロぐらいあるベースきつい時あるんだよね。ただムスタングの音って賛否分かれるみたいなんで、今日は試してみたいなと思ってる一本です。ここには今フジファブリックの山内さんのパネルがドーンとあります。ちなみにここの裏はキングヌーの新井さんのパネルなんだけど、ここ前はスキャンダルさんだった気がするんだよね。このパネルは入れ替わったりするみたいなんで、ファンの人は早く来た方がいいかもしれない。続いて地下に行こうと思います。ここはね、階段もかなり見応えあるんですよ。上への階段はアーティスト写真で、下は歴代のフェンダーの広告が見れます。結構ね、どうしてそうなったみたいなのもあるんだけど、これは後で説明しますね。これはお前を手放さないみたいなニュアンスですかね。隣に乗せて恋人みたいなノリなのかなと思いました。これはね、耳がぶち壊れますね。かわいい。この左側の人がレオ・フェンダーですね。
片目が義眼みたいなんですけど、健康問題があったから第二次世界大戦で徴兵されず、電子機器をいじくり回す時間ができて、結果最高の発明であるストラトやテレキャスができたみたいなことがフェンダーの公式サイトに書いてありました。地下もね素敵でしょ。地下はアコースティックギターがメインのフロアで、フェンダーのカフェもあるんだけど、これは後ほど紹介します。ここはパラマウントシリーズのコーナーですね。フェンダーアコースティックの上位グレードみたいです。雰囲気はレトロなんだけど、音や弾き心地はフェンダーらしさを取り入れていて、新しい要素も盛り込まれてるみたいです。ちなみに私はアコギ弾けません。レオンという映画のシェイプオブマイハートが大好きで、前練習してたんだけど挫折しました。そういえば YouTube で流せないからカットしてるんだけど、店内 BGM は名曲めちゃくちゃ流れてました。シェイプオブマイハートも多分流れてたね。ここはアコースタソニックのコーナーです。これすごくて、アコギとエレキのハイブリッドだそうです。アコギの音とエレキの音どっちも出んの。フェンダーの技術が盛り込まれて実現したモデルだそうです。エレキにアコースティックシミュレーターをつなげてアコギっぽくする方法とかってあると思うんだけど、私が聞いた感じだとやっぱ全然違うよなっていう印象だったので、このアイディアは素晴らしいですね。メキシコ製と USA があって、テレキャスストラとジャズマスのシェイプがあります。ギタリストで誰かこれ試奏した人いたらどうだったかコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。ここは10月に発売された新しいアコースティックギターハイウェイシリーズが置いてあります。アコギだけどエレキの薄さのモデルです。これアコギ弾いたことある人ならわかると思うんだけど、一般的にエレキよりアコギのがむずいじゃん。こう思ってる人私だけじゃないはずなんだけど、なんでかっていうと、アコギのがエレキより弦高高くて指痛いし、ボディが分厚いからなんか体の可動域が狭い気がするんだよね。でもこれは持ちやすい、弾きやすい、軽いという感じでした。コードはさ、スピッツのチェリーに登場するコードしか弾けないんだけど、でもヘッドホンアンプで試奏するから恥ずかしくないもんねってこの時は思ってたんですよ。でもさ、これアコギじゃん。普通に生音でかかったでもこの薄さで生音そこそこ聞こえるのは素晴らしいですよね。あとね、ほんと弾きやすかった。貼ってあるのはもちろんアコギの弦なんだけど、エレキみたいな感覚でした。これならね、シェイプオブマイハート弾けるようになるかもしれん。で、フェンダーカフェに来ました。見て、ペグのところがコーヒー豆になってるのかわいい。ここをね、かなり楽しみにしてました。ストラトキャスターローズラテがおすすめって言われたんですけど、はい、そうです。それと、はい、じゃあこのクッキーください。バーブコーヒーっていう恵比寿とかにも店舗があるカリフォルニア州サンタクルーズ発のコーヒーブランドが監修しています。アルコールとか軽食もあります。ストラトキャスターローズラテが一番人気みたいですね。ストラトのローズシバンとちょっとかけてて、スタンダードなラテにローズシロップを足して乾燥させたローズを乗せてるみたいです。ローズラテ美味しかったです。実は私ここに来るの2回目なんですけど、初めて来た時頼んだコーヒーもかなり美味しかったから、ローズ苦手な人はコーヒーがおすすめで、ローズ問題ない人はストラトキャスターローズラテがおすすめです。このクッキーもね、温めてくれて美味しかった。ここのね、インスタアカウントがあったから来る前にチェックするとモチベ上がるかもしれん。次に2階の前に3階に行こうと思います。またこの階段見応えありますよね。みんな好きなアーティスト誰かいます？フリーとかブルーノマーズとかいますね。ビリー・アイリッシュってフェンダー使ってるんだとか思いながら眺めてました。マイケル・ランド、あれですよね。マイケル・ジャクソンとかのレコーディングに参加している方ですよね。もちろんジミヘンもいます。3階はカスタムショップ専用のフロアです。つまりね、高い楽器のフロアです。ここの廊下の時点でかなりただならぬ雰囲気でしょう。ここは予約制で、予約自体はウェブでパッとできる感じでした。これはメキシコの伝統文化、死者の日をモチーフに制作されたストラトだって。こっちは古代マヤ、アステカ、エジプト文明をモチーフにしたテレキャスだって。これは弾く用じゃないよね。芝の塗装とかどうなってんのっていう感じでした。綺麗。これはすぐわかる。地味編のギターですね。地味編は右利き用のギターに弦を逆に貼って左で持ってたから、なんか独特な音を出してたっていうのが有名ですよね。これもそうなってるね。右利き用なのに弦は逆だわ。映えスポットやと思って自撮りしてたんだけど、思ったよりブスだったからサムネにはしなかった。本当ですか？ありがとうございます。何人か声かけてもらいました。ありがとうございます。そしてここやばくない？ここにあるほとんどの製品はウェブサイトの方で詳細や価格は確認できるようです。
コレクターとかアーティストさんもたくさんいらっしゃるけど、全然一般の方も購入されるみたいです。みんなお値段の相場が気になりますよね。お伺いした感じ、中にはね、車買うテンションかなっていうモデルもありました。車いらない人は浮いたお金でここで買えばいいかも。詳しいことはフロアの方に聞けば何でも教えてくれるっていう感じでした。ありがとうございます。ここはゆっくりじっくりいいものを選べるお部屋みたいです。J さんとかもいらっしゃったみたいですね。このアンプもね、小モデルに出したもので世界で一つしかないみたいなことを教えてもらいました。例えばこれで言うと、マスタービルダーっていうフェンダーの中でも選ばれし職人さんがいて、その中のオースティン・マクナットっていう人が作ったものだそうです。基本的にはカスタムショップっていう部類は少人数制のチームで1本作るというシリーズらしいです。マスタービルダーシリーズはその中でも選ばれし職人さんが作ってて名前もつくというものだそうです。ジョコパスのモデルとかも置いてありました。本気で1本買うっていう気持ちでここに来たらまた景色違うだろうなっていうフロアでした。2階にやってきました。真ん中を境に左側が日本製、右側が USA とメキシコ製に分かれてます。現行品は大概のものが見れるかなという感じらしいです。この通路のところはこの間楽器店大賞を取られていた浜岡本さんとかマイク・カーとかチャーさんとかルナシーのイノランさんのモデルが置いてありました。至る所にね、特大スクリーンがあるところも迫力があってテンション上がりますね。左側のメイドインジャパン側の全体はこんな感じです。ここはアーティストのシグネチャーモデルが集まってますね。誰がどれ使ってるのか書いてあるので、それを見ながら楽しむのもありですよね。チューブの春畑さんのモデルとか、キングヌーの新井さんのモデルとか置いてありました。このコーナーにはハイブリッド2っていうラインナップとかが置いてありました。ハイブリッド2はヴィンテージルックスはそのままにプレイヤーや音楽のジャンルを選ばないオールマイティなモダンスペックを盛り込んだまさにハイブリッドと呼ぶにふさわしいシリーズですで公式サイトに書いてありました。私が買うならヴィンテージなルックスがいいなって思ってます。最上級のものと手に取りやすい価格帯のものどっちも置いてあるので引き比べとかにすごく良さそうだなって思いますね。いつかね、格付けチェックみたいな動画とか作りたいと思ってるんですよね。楽器機器企画みたいな。8万円台と30万円台の差とかだと案外わかんないんじゃないかなとか思うんだよね。ここはジュニアコレクションのコーナーですね。可愛くてショートスケールのモデルが置いてあります。女性ミュージシャンあるあるだと思うんだけどさ、楽器屋とかで女性の方にはこちらがおすすめですとか言われつつさ、パステルカラーでエントリーモデルみたいなのをおすすめされたりすると、いや私はごつくてかっこいいのが好きなんだけどなとか思ったりするんだけど、別にパステルカラーで小さいのも普通にいいねって思いました素直に可愛いと思った。続いて右側はこんな感じです。アメリカンヴィンテージとか限定のものが多い印象でした。価格帯としては USA が一番上で日本製メキシコ製っていう並びだと思います。高校生とか大学生の時は USA の楽器持ってるとすごい奮発したのみたいなノリでしたね私がいた高校の軽音部で持ってる人はいなかったかな、さすがに。全体こんな感じで右側がメキシコのラインナップみたいです。これはレジですね。フェンダーのアンプも現行で買えるものが並んでいて、この奥、ここですね、ここで試奏もできるという感じでした。ベアもあってペダルも揃っていて完璧な感じで試奏できますね。っていうかガラス張りなのに防音ってすごくないですか？私部屋を防音にする動画とか出してるんだけど、窓が一番音漏れるよねっていうのが私の中の常識だったのでびっくりしました。気になってたムスタング試奏しました。やっぱちっちゃいと疲れにくいかなって思いましたね。次、最後に1階のアパレル見ていこうと思います。私ここすごい楽しみにしてました。なんとこの店舗だけのために新しくローンチされたブランドみたいです。多分ね、みんなが思ってる数倍スタイリッシュだし、ロゴドーンみたいな感じをイメージしてるとしたらおしゃれすぎてびっくりすると思う。ちなみにフェンダーの方が撮影してくださいました。本当に感謝ですね。このフーディーとか長く着れそうですよね。58ジャズマスターって入っているのは58年にジャズマスが発売されたからですね。すっごい可愛い。これはすごく人気なワークシャツだそうです。後ろにロックマインドって書いてあって、フェンダーのロゴもねちょうどよくて使いやすそう。
これ私がすごい気に入ってたシャツ、ポケットが斜めになってて、これはピックを入れやすいようにしてるらしいです。すごい楽器メーカーならではの発想だよね。この T シャツはね、左肩に刺繍がしてあって、ギターストラップで服にダメージがいかないようになっています。襟元も太くなってて、重い楽器を下げても大丈夫な工夫がされてますね。すごい。この辺の T シャツもね、すごい面白いんですよね。60年代で一番有名な広告がこのプロサーファーがジャガーを持っているやつみたいです。フェンダーは1940年代にできたんですけど、1960年代から爆発的に売れてきたっていうその頃の広告みたいで、フェンダーさんにとってはとっても大切な一枚みたいです。フェンダーをどこにでも持っていこうぜっていうキャンペーンがあったみたいで、床屋さんに持って行ったりロンドンバスに持って行ったりする広告もあったみたいです。これ着てたらさ、絶対ギタリストが突っ込んでくれそうだから、こういう話で盛り上がれるよね。こういうトートバッグもね、すごい使いやすそうでおしゃれでよかった。これはレコードを LP 版がすっぽり入る大きさで設計されてるらしい。手のところはギターストラップデザインで、ピックチェーンもついてて、細部までめっちゃ可愛いんだよね。これはフェンダーの1970年代の童話シリーズ広告の絵みたいです。この時期こういう広告を出していたらしい。私このメタルジャケットみたいな雰囲気個人的にすごい好きなんだよね。赤ずきんちゃんとか3匹の子豚とかがあるんだけど、これのポスターとかがあったらそれも欲しいなって思いました。これはジャズマスターの特許申請時の書類に含まれていた資料が書かれてるらしい。ピグワンっていうのはこれ最初のソリッドギターの名前ですよね。それぞれね、物語があって見応え最高でした。フェンダーのね、靴下とマステがめっちゃ可愛かったから買いました。次はね、シンプルな音がして弾きやすいプレベとか PC が入るトートバッグ欲しいですね。みんななんか欲しいものありました？これが欲しいなとかいうのがあったらコメント欄にぜひ書いてください。私が確かにねみたいな感じで楽しみます。かなりね長い時間滞在しちゃったんですけど、すごい親切にしてもらいました。ありがとうございます。このチャンネルで音楽好きがゆるく楽しめる動画をこれからも発信していきますので、よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。これからもねこういう楽器見るロケとかすると思います。バイバーイ。